にちは、小説家の深澤しおです。なぜ私が小説家になろうと思ったかをお話しします。私がなぜ小説家になろうと思ったかということをお話ししたいと思います。私はもともとものすごく文学が好きとか小説家になりたいと思って生きてきたわけではなく、本当に自分が人生の中で小説家っていうことにたどり着いたことが不思議なぐらいいろいろなプロセスが奇跡みたいなものが重なり合ってなったんですね。でまず小学校中学校の頃はもちろん本が好きだったし、小説もよく読んでたんですけれども、自分が書くことも作文も得意でしたし、何か日記みたいなものをずっと書いたりはしてたんですけれども、それで職業にしたいとか憧れてるってことも全然なかったんですね。で文学少女って言われる人に比べれば読んでる量もそんなに多くなかったです。でも詩は好きでしたし、物語っていうのをいつも頭の中で妄想してたっていうことはあったんですね。で結構人に預けられることが多かったので、大人ばっかりの場所にいる時に何か子供向けのものがあったりしたわけじゃない時に、自分で頭の中で妄想して物語を作っていると楽しめたので、割とそういうところに逃げる癖がありました。で寝る前に毎日自分の考えた物語を続きを考えながら床につくっていうようなことも今思い返すとやってたなっていう感じではあるんですね。でどうして実際に職業作家になったか、小説家になったかというと、大学出て就職して、で私は在日コリアンという属性があるんですけれども、結婚はお見合いでしたんですね。同じ在日コリアンの人と。でそのお見合いをして結婚したんですけれども、いろんな理由があって離婚することになったのが39歳の時だったんです。で子供がまだ8歳と6歳だったんですね。で結婚してなんていうのかな、一人前みたいな空気の強い時代にまだそういう時代に結婚して、で離婚するっていうことが自分がちゃんとできなかったとか失敗したみたいな思いがすごく強くて、でちょっと心のバランスを崩してしまったんですね。カウンセリングのグループみたいなのに行った時に、そういうのは言葉に出して外に出した方がいいよっていうことで、グループで話をする。よくアルコール依存症の人がグループになって自分の経験を話したりするようなのをテレビとかドラマとかで見たことあると思うんですけれども、そういう感じに近いところに行って自分の話をしようと思ったんですけど、全然自分の話ができなかったらアシスタントの方がじゃあ文章に書いてきたらって言われたんですね。で文章にも書けなかったんですね。もうでじゃあ嘘の話でもいいから気持ちだけ、自分の気持ちをそこに書いたらいいんじゃないのって言われて、架空の話でちょっと設定を変えて、在日コリアンっていう設定がなかなか人前で言えなかったので、その設定を変えて離婚した時の喪失感とかいろんな思い、それから自分の育ってきたことの辛かったこととか書けたんですね。でその物語をそのグループの人たちがすごく楽しみに毎週してくれたので、じゃあ当時ブログが流行ってたんですね。でブログエキサイトブログっていうところに文章で読みたいって言われて書き始めたんです。で全然小説の書き方も何も知らないんですけど、バーって書いて、それが結構読んでくださる方の反応が嬉しくて、コメントとかそういうものが嬉しくて、で書くのが楽しくなったんですね。で楽しくなったので今度は上手くなりたいと思ったんです。で小説もガンガン読むようになったんですよ。やっぱり人の小説も。で子育てでいっぱいで小説を読む時間とか全然なかったんですけど、再び小説を読み始めたらとっても素敵だし魅力的だったので、自分も小説書きたいと思うようになって、で教室に通い始めたんです。そしたらたまたまなんですけど、本当にそこの教室がプロ志向のところだったんですよ。で皆さんどうやら
応募っていうのをしてるんですね、新人賞の。でその新人賞を通るとプロになれるっていうプロの登竜門みたいな賞に応募されていて、で私もじゃあちょっと腕試しにやってみようっていうんで投稿を始めたんですね。で教室自体は結構その自分の問題点っていうのはだいたい2年ちょっとで分かったのでやめて引き続き書いていた時に、その時にアドバイスしてくれ知り合った編集者の方が結構主婦のあれこれとかママ友とのいざこざとかそういう小説を書いてたんですけど、自分に向き合ったものを書いてみたらみたいな感じのアドバイスがあって、で在日コリアンのお見合いおばさんで私結婚してたんで、そのおばさんがとてもユニークな方だったんで、その方のことを書いた小説がこの絵を言う人っていう今文庫になってる「かなえのおばさん」っていう小説があるんですけど、それの短編を書いたんですよ。で応募したらそれが新潮社の女による女のためのあるジャッジ文学賞というもともとは女性の書く官能小説の賞だったんですけど、私が応募した年からジャンルは何でもいい、女性だったら何でも応募できる、今は女性だけでなく性自認が女性の人はみんな応募できるようになってるんですけれども、その賞に応募して大賞をいただいたんですね。でそこからプロ作家になりました。でこれ本当にそのブログに書いた小説の自分で申し込むとプリントアウトして本に製本してくれて送ってくるシステムがエクサイトブログって今あるかちょっと分かんないんですけどあって、でそれでブログは閉鎖しちゃったんですけどこの本だけは残してて、でそこにねなんか本当にその時に自分が思ってることとっても稚拙なんですけれども書いていて、ちょっと読んでみますね。セリフの中で友達に話すんですけど、離婚した後に離婚がなかなかできなくて急にあっさり離婚できた時はすごく清々したし、重くのしかかっていた何かが取れたみたいですっきりしたのに、あんな結婚生活でもなくしてみるとぽっかり穴が開いたみたいになっちゃったの。おかしいよね。夫を好きだったわけでもないのに。そうしてだんだん私40歳近い年で今更子連れバツイチになってどうするつもりなんだろうって思ったり、外で家族連れ見ただけで落ち込んだり、なんか不安定で周りの環境はそんなに変わってないってことに改めて気づいたりして、こんな狭い場所で生きていくのか、しかも母子家庭っていう不完全な立場でって思うと憂鬱だったっていうなんか文章がさっきこれ見つけたんですけど読み返してて本当にこの中に詰まっていて、私の原点で小説家になれた原点がこのブログの小説なんですね。でこれを一回なんか書き直して出版しようかなと思って編集者の人に見てもらったんですけど、やっぱちょっとあまりにも稚拙でちょっとそれから最初の小説なんでいろんなもの詰まってるんですけど、なかなかこれを出すのは難しいかなっていう感じで本にはなっていないので、幻のデビュー幻のなんか最初の作品です。そんな感じで作家になって2012年に賞をもらって2013年に単行本を出して、今まで13冊の単行本を出しています。で韓国にも語にも翻訳されていて、今イタリア語とか英語にも翻訳中だったりしています。13年目ですかね、作家になって。はい、作家になる時にやっぱり最初自分のことを書くのがなかなかできなくて応募してる時にでママ友の話なんかも書いてたんですけれども、やっぱりなんていうのかな、自分のへその緒とつながってる話じゃないから、やっぱり書いててもなんかこうどっかで聞いた話ある話になっちゃったんですね。でそれがなんかさっき言った編集の方に大体君はどういう経歴でどうしてこの教室に来たのって聞かれて、でこうで、実は在日コリアンでっていうことを話したら、なんでそれ書かないのって言われたんですね。それであっと思って、で最初のこの小説も在日コリアンとか書いてなくて違う設定にはなってるんですけど、そこ向き合ってなかったなと思って在日作家と言われる人たちの作品をたくさん読んだんですよ。それでたくさん読んだんですけど、なんか辛くて読めないものが多かったんですね。だから辛いってことはあまりになんかこうぐさっと正面から来る作品が多くて、それは
つまり素晴らしいってことなんですけど、やっぱり当事者にとっては読むのが辛くて、でそれが鷺沢めぐみさんという方の小説で「ビューティフルネーム」っていう亡くなってしまったんですが、その遺作とされてるものに、最後これちょっと読んでみようかなっていう感じで出会ったら、その作品を本当に心の負担なく読めて、こういう感じで書きたいなと思って、その作品に出会ったことで自分も自分に向き合って書けたんですね。かなえのおばさんっていう小説を。だからこのブログの小説プラス鷺沢めぐみさんという作家さんに出会ったことも、私の小説家になれた理由の一つというか、きっかけの一つになっていると思います。はい。1月24日、集英社インターナショナルさんから狭間の私というエッセイ集を出しました。ぜひ読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価の方もよろしくお願いします。